ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのグルール紅葉を紹介したいと思います。こちらのデッキですが、先週末行われたジャパンスタンダードカップにおいて、9勝2敗で見事準優勝を果たしたリストですね。新環境最速の470人規模のイベントでしたが、既存デッキだらけの中、こちらが準優勝して話題となっています。以前のグルール紅葉とはかなり構成が異なっていて、なんといっても流行技師とアフターバーナーの専門家のパッケージが特徴的なリストになっています。アフターバーナーは3マナ42というリミテのような生物なのですが、超人能力を起動するために墓地から戻ってくることができ、特に流行技師で1マナで全てのアフターバーナーを速攻つけて戻せるので、墓地にアフターバーナーが溜まるとかなり強い動きをすることができます。流行技師は2マナ22ながら、生き残ると44飛行を速攻で出せたり、先ほど説明したシナジーがあったりと、このデッキにおいてはかなり強力な2マナ域となっていますね。また新カードとしては春節期の洞察も強く、2マナで4枚を切削しながら様々なパーマネントを回収でき、さらにライフゲイン効果が永続していくので、ライフレースになった時も効果を発揮するいい強化カードとなっています。従来のグルール紅葉に採用されていたノビの木人や脱走が採用されていないので、単純な速度はこちらの方が遅くなっているのですが、前述した精進パッケージによる粘り強さがあり、またアフターバーナーは手札から捨てていいカードなので、望みなき悪夢のようなカードに対してある程度耐性があるのも特徴ですね。10戦ほど回して個人的に気になったのがメインの鋭い目の管理者の不採用で、ミラーマッチや対バウンス、対リアニなので強いカードなのですが、メインになくて困る試合が多かったので、今後紅葉デッキが増えることを考えると、やはりメインに欲しいカードかなと感じました。はい。ということで今回もビオ3ランクマッチで収録していますので、どんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。一旦毛玉の置けますが、タップイン。まあ、キープしていいハンドですね。基本的には一旦目に毛玉を置くのが、まあ、グルール紅葉のかなり強い動きになるんですが、さあ相手もグルールですね。ただ、まあ、ちょっと2マナ息が溜まってて、で、3マナ息がない、3マナ目がないということで、一室への恐怖から入っていきたいので、ここはタップインから、入っていった形ですね。さあ相手はグルールアグロなのか紅葉なのか、紅葉ですね。さあ紅葉ミラー、恐怖から恐怖を捨てていく。こちらも恐怖出していくんですけど、まあ毛玉でいいかな。もうこれほぼほぼ紅葉はねすぐ達成できるような感じではあるんですが、そしてここで、アフターバーナーを引いてきましたね。殴ってくる。まあ多分塔の天下持ってる感じですね。おっと、ただ相手メインに鋭い目の管理者、これなんですよね。管理者が本当にもうミラーマッチでめちゃくちゃ強いカードなんで、まあこれは最初に、まあ先に除去っておく必要がありますね。まあミラーでも強いですし、バウンスデッキの墓地のね、インスタントとかを追放できるのも強いですし、まあいろんなね、デッキに対して結構強いんで、まあ個人的にはメインから欲しいカードですね。さあ相手、まあ結構紅葉デッキでは珍しいカードが入ってますね。さて、けだものが追放されてしまったので、ちょっとしんどいですが、そして相手はハイトリグサ。相手紅葉はまだ達成していないんですが、次のターンに紅葉を達成されると、まあかなりしんどい展開になりますね。まあアフターバーナーは後で回収できるんで、そしてここで一子星の恐怖。まあ土地を捨てていきますか。はい。まあまだ紅葉を達成していないんですが、まあ一子星の恐怖が墓地に落ちることによって紅葉は達成されるという形になりますね。相手脱走。操作にまだないので、はい、これで紅葉達成ですね。さあ、これでハイトリグサがかなり強く使えますね。まあこれミラーマッチではあるんですけど、相手はこれ、多分従来の元々のグルル紅葉ですね。さあ、ただこの状態で、まあ紅葉達成されるとかなりしんどいですが、殴ってくる。まあただまだ墓地の種類4枚なので、まあハイトリグサで起きるのは2つだけ。まあ仮にこの状態で殴ってくるのであれば、
まあ、ハエトリグサをフルブロックですね。3体で、ハエトリグサをブロック。かな。うん。さあ、殴ってくる。まあ、グルール紅葉、基本的には、まあ、パンプアップ系のスペルは、まあ、インスタントスペルはないと思うので、まあ、多分フルブロックで大丈夫なはずですね。さあ、3体でブロック。そのまま、はい、解決していく。いや、これはね、だいぶラッキーですね。さあ、恐怖殴ってくる？殴ってくる場合は、まあ、ダブルブロックで落としてもいいですね。殴らない。うん。殴る。はい。まあ、恐怖を落としていきましょう。さあ、これで相手の恐怖も1体だけになっていく。で、こちらも、紅葉達成ですね。うん。で、もう1回殴ってくる。これまあ、ブロックして OK ですね。パンプないんで。さあ、残り1枚は補充兵。はい。さて、まあ先に流行技師いきますか。で、毛玉物出して、精進能力起動で、墓地のアフターバーナーが速攻で帰ってくる。で、これもうフルパンでいいですね。で、アフターバーナーは、相打ちになってしまうんで、毛玉物をアンタップしていくと。まあ、結構ね、この動き強いですよね。で、流行技師ってその、まあ、アフターバーナーもそうですけど、他のクリーチャーもね、速攻がつくんで、このターンに出した毛玉物も速攻がついていくと。で、まあ仮にこれ、相打ち取ったとしても、まあさらに次のターン、精進能力で墓地から戻ってきますからね。さあ、ここ一旦相打ちを取って、まあただここブロッカーとして、立てていきますね。まあ相手もその、一室での恐怖あって、これどうするんだろう。相手ね、そのミシェラランドあるんで、結構大ダメージ来る可能性はありますね。起動する。うん。まあ相手の殴り方によってちょっと考えたい。フルパンはしない。うん。アンタップ。で、もう一回、恐怖も殴れて。恐怖はこれブロックしないとダメか。毛玉物で恐怖をブロックして、3、6、7、8、9。1体だけブロックかな。で、次のターンに、こっちが、まあ相手の殴り方にもよりますけど、勝てる可能性も、全然ありますね。さあ、もう一回2体で、はい、殴ってくる。で、これはスルーで OK。さあ、残り4点まで。で、土地。この場合は、赤物は2枚だけ。手札の流行技師出して速攻かな。で、4、8、11、12、13。相手がまあマスブロになるんで、ですね。こういう達成してて、一室への恐怖があって、うん。さあ、速攻つけて、フルパンですね。で、アフターバーナーをアンタップ。はい。これマスブロなので、まあ相手はチャンプするしかない。という状況ですね。はい。さあ、5点通って、で、さらに4点を入れていく。負け筋あるかな。負け筋あるとしたら、相手多分従来のやつなんで、速攻クリーチャープラス、除去とかだったら負ける可能性もありますが、まあそれ以外だったら勝ちですね。まあそれもケアするんだったらアフターバーナー殴らずに立たせる。立たせてても多分次のターン勝てるんで、どうなんだろうね。残り8点になって、で、相手がクリーチャー展開してきたとしても、まあ、これとよと、再度行きましょう。相手は、まあ、従来型のグルール紅葉ですね。まあ、ちょっと異端者とか入ってますけど、基本的には、ボツ対策カード
をがっつりと全部入れていきたいかなと。まあ、ちょっと鋭い目の管理者がこっち少ないんで、ちょっと不利になってしまうかもしれませんが、まあ後手なんで宿敵も入れておきますか。で、先手カードの連を抜いて、まあ長引かせないんで、あと儀仗兵あたりですかね。うん。さあ、1歩目勝って2試合目、土地1ですが、希望の種子があるんで、まあこれはキープできますね。さあ、相手は木田物からスタート。まあ土地がまだないですが、こっちも木田物から入っていきましょう。まあ次のターンのドロープラス希望の種子あるんで、まあ次のターン土地を手に入れることができる可能性はかなり高いですね。さあ相手は、まあクリーチャーアーティファクトで2カウント。さあ、一節の恐怖。紅葉はまだ達成していないですね。うん。さあこっちはインスタント。まずこれで土地が、はい。しっかりとめくれて、まあファストラウンドですね。まあ、けだもの2枚からいきますか。相手次のターン、これで、まあ、紅葉達成されると結構しんどいですけど、まあ、見えてるだけで、発展がありますからね。はい、土地はまだ大丈夫。さあ、このターン、紅葉を達成するのかどうか。そうさり、これで達成ですね。強い。さあ、3ターン目に、発展パンチですね。これは、まあ、しっかりと分回りパターンで、さらにけだもの。墓地対策がないとちょっと厳しいですが、石での恐怖はこれもう除去らないと死ぬんで、うん。まあ、1体除去って、で、さらに、まあ、正直、塔の天下も使っていいかな。まあ、もしくは希望の種子ですが、希望の種子打って紅葉達成すればいいんですけど、しなかった場合がね、かなりきついですね。まあ、塔の天下打っていくかな、これは。これで一時性の恐怖。ああ、それはきつい。これはまあ打つしかないですね。さすがに、このターン、殴られると、6、9、10、11、11点あるんで、まあ、塔の天下打つしかないですね。さあ、けだものをサクって3点を当てていきましょう。土地はいらないですね。さて、かなりこれはブンブンしてますが、残り8点まで。さすがに、相手ミシェラランドあるんで、アンタップインされると負けますが、まあブロッカーとして立たせて1、2交換できたらって感じですね。まあ、アンタップインランド引かれたらまあそれはしょうがない。さあ土地が落ちていく。アンタップイン2枚落ちていって、さあ、脱走。まあ何が出てくるか。管理者。はい。まあ大体負けですけど、まあまだワンチャンあるか。いや、ミラーマッチはほんと管理者がめちゃくちゃ強いんで、まあ一番強いカードかもしれん。さあ、このターンは殴らず。まあそうですよね。管理者がこれ、次のターン77になるんで、まあそれ待ってからって感じですね。うん。まあ次のターン、除去引けないと負けかな。管理者を除けらないと、負け。除去引かず。一応原因はできるけど、これは、厳しい。まあ大体次のターン負けてそうですが、ひだぜ。もらっておきますか。で、希望の趣旨で2点原因はできて、残り11点。管理者が7になって、
ギリギリ耐えてる。10点は入るけど、ただ脱走は負けかな。まあ大体負け。恐怖はさすがに負け確ですね。相手、なかなかとんでもないことをやっとる。まあ、どうやっても負けですね、これは。77トランプル、かつ、まあ2回攻撃ですね。管理者がマジで欲しい。さっき作白入れてなかったんですけど、3点火力欲しいですね。で、まあ、遠の天下かな。基本的に相手タフ3以上なんで、まあ、生贄が必要なので、減らしておきますか。さあ、1勝1敗で3試合目。はい、悪くないですね。毛玉のスタートはかなりいいですね。さあ、相手も、7枚キープをしていく。まずは毛玉を出して、紅葉を目指していきましょう。一旦目何もなし。ですが、なぜか止まってくる。まあ、希望の種子か、遠の天下を持ってるって感じですね。お、アフターバーナー落ちていく。これはだいぶでかい。で、さらに、流行技師も引けたということで、希望の種子から土地が引けたら、もう次のターンこれ、アフターバーナー速攻パンチいけますね。さあ、相手なぜか止まってくる。まあ、希望の種子あるんだったら、絶対撃つんで、迷いようはなさそうですが、砂時計。うん。まあ、希望の種子、持ってるはずですね。相手動いてきてるんで、ないんだ。じゃあ、遠の天下ですね。まあ、ブラフなのか、何なのか、わかりませんが、さあ、一室への恐怖を出してくれ。土地ディスカード。うん。さあ、こっちは土地を引けるかどうか。いいですね、ファーストラウンド。これで紅葉達成すると、めちゃくちゃいいんですけど。紅葉は達成せず。いや、このターン、微妙かな。流行技師出すか。いや、結構このターン難しいですね。いろんなパターンがある。まあ、さっさとダメージ入れておきたいのであれば、まあ、起動でもいい。まあ、相打ちは全然いいですしね。このターン、まあ、紅葉達成してたら相当ダメージ入ったんですけど、まあ、しょうがないですね。で、相手、トの天下持ってそうな動きではあるんで、まあ、たださっきの行動はなんか、ブラフ臭い感じはある。さあ、3マナ目から、木人、はい。木人アタック。はい。さあ、紅葉頼む。紅葉したらもう、はい、まあまあ、これはしょうがない。とりあえず紅葉してくれんとって感じですね。土地。うわー、マジか。紅葉せず。いやー、こんだけ落として紅葉しないのはちょっと、アンラッキーですね。このターンは宿敵かな。宿敵出して、フルパンからミシェラランドを置いていく。っていう形でいいかなと。まあ、紅葉さえ達成すればこっちがね、ガンガン攻めていけるね、状態なんで。最低これ、はい。まあ、さすがに、スルーするしかないですね。さあ、残り10点。紅葉達成してたらもうライフ消し飛んでそうな感じでしたが、まあ、ある程度ね、運要素もあるんで、これはしょうがないですね。さあ、土地を行ってくる。脱走。うん。墓地対策出される前に、殴りたいんですよね、けだものが。まあ、一回でも殴れたら、ありがたいけど。さあ、相手恐怖。まあ、これで、だいたい紅葉は達成しそう。はい、紅葉達成ですね。さて、フルパン。フルパンで、殴るのかな。相手残り10点でしょ。
紅葉さえ達成すれば、ライフ消し飛びそうですが、どうでしょう。さあ、ようやく紅葉達成。ただこのターンには勝てないですね。チャンプされて。一旦恐怖出すか。恐怖出して、まあ除去が引ければ勝ちの状態ですね。アンタップインランドでもまあミシュラランド起動で勝ってたんですけど。さあ、アフターバーナー捨てて、稲妻はこれは勝ちですね。なかなかね、紅葉達成できずにどうなることかと思いましたが、さあ、なんとか最後は紅葉達成して、しっかりとまくっていく。GG。さあ、やっていきます。こちら後手。けだものはないですが、まあ悪くはないハンドですね。さあ、相手沼からスタート。沼なので、まあ青黒の可能性は高いですが、ただ噴水口。黒炭かな。まあ恐怖出してみますか。さあ土地を捨てていく。アフターバーナー。除去なし。これはまあなんかこの土地の置き方的にめちゃくちゃコントロールっぽい感じはしますね。これアフターバーナー素出ししておきますか。素出しして、まあ除去られても、流行技師でまた速攻でね、戻すことができるんで。さあ4人を出していく。まあ追放除去がなければ、しっかりと強く使っていけると。さあ相手は解体爆破場を起動。めちゃくちゃコントロールっぽいですが。平地、白黒。あれかな、白黒のケトラモーズコントロール、まあ、たまに当たりますね、新環境始まってから。追放除去がちょっとめんどくさいですが、洞察から入って、まあ、紅葉達成したら、大ダメージって感じでいきますか。で、あわよくばアフターバーナーが、墓地に落ちたらラッキーって感じですね。土地土地エンチャント。そして、アフターバーナーが落ちていく。クリーチャーエンチャント土地なので、恐怖で、消熱を捨てたら紅葉達成なんですけど、ただここで恐怖出すのはちょっとしんどい感じがしますね。相手次のターン、まあ全体除去とかありそうなターンなんで、まあ洞察から入っていくのが丸そうな感じになるかなと。あと1種類なんで、マジか。ただ土地4枚。ここで紅葉達成せず。これはチャンプするのかな。はい。さあ、チャンプして2点のみ。このターン紅葉してたらね、だいぶ違いましたが。さあ、全体除去があるのかどうか。お、まだなし。まだなしであれば、一室への恐怖から、消熱捨てて、流行技師出して、で、さらに精進効果起動とかも全然あり。まあ、でも、全除去のこと考えると、そこまでは行きづらいかな。さあ、単体除去。一旦、ミシュラランド行って、ドルイド構えかな。いや、ミシュラランド置かなくていいか。トークン使いましょう。ドルイド。これはまあトップで OK。で、ドルイド構えですね。さあ。はい。まあ、これは完全にケトラモーズコントロール。ただ、相手このターン、除去はもう、1回しか打てないんで、はい。5マナ。ドルイド出してもなーって感じですよね。まあ、このターンは流行技師、いきます。はい。まあ、一応補充兵かな。からの3点ゲイン。そして、
まあ除去あってもこれ、何点入るんだ？ちょっと何点か分かりませんけど。さあ、流行技師、起動からアフターバーナーが墓地から2体。速攻で帰ってくる。この動きがね、エゴいですよね。このターン9点ゲインするのか。さあ、止まってきているが、なんだこの動きはと。まあ、とんでもない動きですね。さあ、9点ゲインしながら、アフターバーナー2体帰ってきて、速攻がついている、なぜか。で、恐怖が2体いるので、アフターバーナーを、2体アンタップして、さらに追加の戦闘フェーズ。わけがわからん動き。これとよと、GG。相手、まあ、白黒コントロールということで、まあ、エンチャント破壊入れて、で、ドルイドがちょっと欲しいかなっていう感じですね。まあ、あとルーカも入れていいか。うん。で、まあ、除去はいらないので、どこを選べも、まあ一応入れておくか。で、一応相手、まあ白英語は入ってると思うんですけど、まあトの点がそんなにいらないんで、抜いておきましょう。さあ、1歩目勝って2試合目。緑マナがない。けど、恐怖があってって感じか。まあこれキープしてもいいかな。あんまり良くはないですけど。あ、引いた。そしたらまずは希望の趣旨から入っていきましょう。まあ、連と次元壊しも引けてるんで、まあ、コントロールからすると結構、嫌な動きをすることができそうですね。これタップインから入るか。うん。ミシェラランドとレンと次元壊しの相性がね、かなりいいんで。お、さあ、ここにウセロを使ってくる。これは次元壊しがかなり生き残りやすくなりますね。そして土地も止まる。うん。これは、まあ、事故るのであれば、事故ってるうちにさっさと決めたい試合ですね。相手コントロールなんで、ただまあしっかりと土地は引いていく。一旦だけだと、まあちょっとあれですけど、ルーカから入っていくか、次元壊しから入っていくか。まあルーカかな。さあ、恐怖で4点アタック。から、ルーカで、まあトークンを大量展開していきましょう。まあ相手ウセロ使ってるんで、これが生き残ったら、まあ大体勝てそうな感じはありますね。さあ、対処手段はなさそう。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。